香港といえばヤムチャ。ヤムチャといえば湯気を立てるせいろを積んだワゴン。旅行者にとって香港を訪れたら絶対に行きたいワゴンヤムチャ。この動画は今では香港に数軒残るのみとなってしまったワゴンヤムチャを訪ねる旅の記録です。ヤムチャ屋の朝は早い。大抵のお店が朝の5時6時から始まり、お昼過ぎにはヤムチャタイムが終わる。1軒目に訪ねたのはセントラルとションワンの間の街角に咲く一輪のハスの花のように美しい外観の名店。創業100年、何度かの休業と再開を経て、今も昔ながらのワゴンスタイルと茶楼の雰囲気を守り続けている。そう、この光景を見るために香港に来ていると言っても過言ではない。こちらは肉や魚などの具材を乗せて蒸したスチームライス。どれもこれも美味しそうだけど、やっぱり定番中の定番を食べたい。チェックシートに記入してもらう。エビ餃子、ハーガウ、シューマイ、ヤムチャ屋で外せないセット。熱いお茶で食器をすすいで、ついつい点心ばかり見てしまうけど、ヤムチャ屋はお茶を飲むところ。エビのピンクがきれいに透き通っている。このプルンとした薄い皮の中からエビがはじける食感が魅力。これは香港じゃないとなかなか食べられない。薄いんだけどもっちりしたエビが透けて見える皮の中にエビがしっかり入ってて、なんかシャクッとした食感もふわいなのかな、そんな食感もたまにして美味しい。やっぱり美味しい。カニの卵が乗ったシューマイ。この弾力、よく練り込まれたあんから素材の新鮮さまで伝わってくる。上に乗ってる大きなエビのプチンっていう食感がいいんですけど、中の方のあんもすごいいい弾力があって、どこからどこまでがエビなのかわかんない。美味しい。鼻先にふわっと香るお茶の香りで朝から気持ちがほぐれる。美味しい点心に夢中になるのは当然だけど、点心の味わいとお茶の香りとこの茶楼の美しさ、全部を堪能できる余裕のある女に私はなりたい。金曜日の朝6時半、店内はまだゆったり。早く来たおかげでのんびりとヤムチャタイムを過ごせたいい朝だった。有名なヤムチャ屋だけじゃなく、香港の人の生活に根付いている店に行きたくて、赤色の地下鉄チュンワン線の終点駅チュンワンに向かった。築60年近い団地の1階にひっそりとある海蓮茶楼。朝の5時開店だけど、さすがに無理だったので朝6時に到着。入った瞬間にもうこの店の空気が好きだとわかる。50年を超える歴史がそのまま積もった店内。時計、手書きのメニューと扇風機、天板の色あせたテーブルと椅子。近所の住人とおぼしきお客さんがテーブルを囲み、
湯気を立てるせいろを積んだワゴンがひっきりなしに行き交い、活気にあふれている。要号到。对，这皮蛋瘦肉粥啊，不用不用，不用不用。萝卜糕要不要？不用，先吃这个。いろいろ勧めてくれて去っていった。まずはこの儀式から。また頼んじゃったエビ餃子とビジュアルで惹かれた餃子。皮は少しぽってり、中にはエビを潰したあんとプリッと大粒のエビ、庶民的な愛嬌のあるエビ餃子。ポットもぽってり、使い込まれてちょっとくたびれた感じがたまらない。謎の黒いくるくる巻きと湯葉で何かの具を巻いたもの。こんなん初めて見た。焼きそばカートで回ってエビ餃子のワゴン。もうワゴンで来たすべてのものを見ないと気が済まない。薄い皮で細かくひだの入っている形が美味しそうな餃子。セロリの香り。豚肉に刻んだセロリが入ったいい弾力のあんと繊細な皮の食感がすごくいい。食べないくせにいちいちワゴンを覗きに来るめんどくさい旅行者にも親切に中身を見せてくれる。店のおばちゃんが渡してくれたメモ。ファーマー。南宋時代の蘇州発祥の伝統的な十進法の表記で、現在は香港の市場や食堂など一部で見かけられる程度になっているそう。この店では伝票をファーマーで表記するみたいだ。次はお鍋が来た。サンラータンだ。好好吃啊！我要一碗。这很好吃啊！我很喜欢。是过了。胡椒とラー油とお酢をかけて仕上げる。慢慢吃啊！サンラータン。美味しい。細切り生姜が入ってて美味しい。だしがしっかり効いて、とろっと。わあ、細く裂いたお肉と、それから黒きくらげと卵と入ってて、で最後にかけてくれた胡椒が効いて、めっちゃうまい。あと春雨のつるんつるんというのも、これ美味しそうなんだよね。Thank you. さっきからお店の人が動画撮れるようにいろいろ配慮してくれたり、ゆっくり食べなよって声かけてくれたり、めっちゃ親切。かわいい土鍋ご飯だ。土鍋ご飯かわいい。スペアリブ鶏足。这个是香港特色啊！是吗？炒饭吗？还是糯米？糯米是很漂亮啊！我要试一下。是不是？Thank you。長細いもち米。パラパラほどけるけどもっちりしてる。で、中華ソーセージと干しエビと一緒に炊き込んであって、こっくりしたお醤油味の。ここは
しい。蒸しエビの出汁もすごいご飯に染み渡ってる。これまで知らなかった天津との出会いが生まれるのもワゴンヤムチャならでは。どんどんくる、すごいすごい。チャーシュー買おうかな。角煮とか巻いてあるやつもめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいし美味しいし親切で来てよかった。中心街の有名店とはまた違う団地の朝の生活に溶け込んだ温かいヤムチャの時間が流れている。来た、ごま団子来た。すごいカートが渋滞しとる。こんな風にすごいがっさり揚げられて、今日はちょっと無理だけどすごいな。中にあんこが入ってるね。ごまありバージョンとごまなしバージョンみたいな感じかな。すごい。多饱了。你拍这样，这个一个，这个一个。我饱了，我吃不了，吃不了。谢谢。もう見てるだけで幸せです。118ドルでした。これね、これよこれ。すごい。一つ一つ店で手作りするさまざまな点心がどんどん蒸し上げられて運ばれてきて、香港の暮らしに根付いたヤムチャの世界を丸ごと体験できた気がする。外もすっかり明るくなった。今回は香港でなくなりつつあるワゴンヤムチャの残っているお店をちょっと分かるだけ調べ上げて、でその中から行きたいところを3軒を選んで巡ってるんですけども、有名な名店のワゴンヤムチャも行くと香港来たって感じでめちゃくちゃ楽しくなるんですけど、こういうローカルなところも日常の中のワゴンのローカルのヤムチャを体験できても本当に良かったです。でこの次はさらにローカルなワゴンヤムチャのお店に行ってみようと思っています。香港に残るワゴンヤムチャを求めて今朝向かうのはフェリーターミナル。おはようございます。今朝の6時半です。セントラルにあるフェリーターミナルに来ました。今日は朝から香港の離島の方に初めて行ってみようと思います。長州に行く人はこっちの 5号ターミナルで、私はピンジョーに行くのでこっちの6号で乗ります。売店を覗いてみよう。フェリーターミナルの売店、ハムと卵サンドイッチ、それからパイナップルパンもある。これはハムと卵の入ったロールパンかな。ウインナーロール、なんか懐かしのパンって感じでいい匂いします。フェリーの乗り方はとても簡単。出発の時間に合わせてターミナルに来て、交通カードをピッとして乗るだけ。船に乗ると旅気分が一気に高まる。いざベンチャウへ。セントラルを出て島までは約40分。窓の外に島のひなびた風景が見え始める。ベンチャウは人口約6500人。
半日もあれば全部見て回れるくらい小さな島。香港の離島に来ました。古いヤムチャ屋さんがあるのでそれを食べたくて来たんですが、なんか味に期待をしてというより、とにかく懐かしい昔スタイルのヤムチャが食べたいので行ってみます。すごい、香港の市内とまた全然風景が違う。船着き場に面して海を守る女神天后が祀られている。ここが島の市場。どうやら島随一の繁華街みたいで、小さな商店や食堂が集まっている。本当にのどかな昔ながらの生活が営まれている。目当てのヤムチャ屋はうっかり見落としかけるくらい小さくて素朴な店だった。床の模様や神棚やお茶を入れる台、長い時間と人の手が重なって生まれた佇まいがある。日本人对。ワゴンが来た。早速覗きに行く。スチームライスと魚のすり身の大きな団子。那来一个。会讲普通话，会讲啊，会讲一点。那个酱油怎么吃？酱油，对对对，谢谢酱油，帮你的。谢谢酱油，趁热吃啊 ，OK 了。那个洗一下，哦，洗一下，洗一下，为了洗一下。ここのお店の人も何かと気にかけてくれて優しかった。島のヤムチャ。食べる予定はなかったけど、魚団子が名物だと勧めてくれたのでいただいてみる。ぷに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 。うわ、取れない。面白い食感。これふわんふわのぽよぽよのフィッシュボール、魚団子。ふわふわ柔らかくて、ちょっと魚の骨も一緒にすりつぶしてあるのがわかるんですけど、シャンツァイ、パクチーが合間に入っていて、それがすごい爽やかです。パクチー好きなので。シューマイ見て。はい。ご用シューマイ。シューマイ。シューマイが来ました。朝から慌ただしかったから、お茶の香りで一息ついてから。豚肉と刻んだエビをむっちりと練ったあん。特別な味じゃないけど、香港の海に浮かぶ一つの島で、60年前から毎日毎朝手作りの点心を蒸して、島の人々が朝のいい時間を過ごしてきたその場所にふさわしい魚団子とシューマイ。私はそれを食べるためにここに来た。エビ餃子よりシューマイより魚団子が何度も出てくる。やっぱりここの看板メニューみたい。ピカピカに磨かれた台所。ずっと残っていてほしいいいお店だ。シートを渡してお会計。はい、谢谢谢谢。店先では焼きたて熱々つやつやのパンが涼んでいた。
味はおそらく素朴な庶民的な天津って感じだったと思うんですけど、もうお店が素晴らしい、もう本当によかった。お店の人もめちゃくちゃ親切でいろいろ声かけてくれたり快く撮影させてくれたりして、もうめっちゃ良かったです。小さなペンチャウ。船着場側から反対の海まで歩いても数分。穏やかな海と村で日常のノイズをリセットしたら、次の島に出かけよう。